DIY の電動工具はこれ。今回は格安のジグソーで直線が切れるように改造をします。でジグソーというのは直線があまり得意ではありません。で特にこの格安のものは直線が切れるのは珍しいですよね。定規を当てても20センチくらいでこう離れていきますよね。ではジグソーで直線を切る場合、この安いジグソー、格安の低価格のジグソーは直線が苦手です。フリーハンドでも定規を使っても直線をうまく切ることはできません。はい、こうですね。はい、うまく切れませんよね。定規を使って切ります。では次は定規を使って切ります。ですね。まあここまではですけど、こうですから、この辺りからもダメですね。定規を使ってはうまく切れません。これが今回紹介するベースを取り付けたものです。これで切ってみます。でこうですね、まっすぐとで同じ幅で切れてます。こうですね。で今回紹介するベースはこのような形にブレード押さえがついています。この作り方を紹介します。新しくベースを作ります。このようになりますね。こうしてほぼ中央に行きます。瞬間接着剤で固めていきます。でジグソーを置きます。ほぼ中央になるようにします。で押さえつけてぐっと押さえつけて接着します。ほぼ中央くらいに配置しますので位置決めをしておきます。ほぼでいいです。であとここですね、開口部、一応ここを写し取っておきます。でノコ刃の位置ですね。ブレードはこの辺りに行きますよね。ベース調整用の穴の位置を写し取っておきます。
穴を開けていきます。ブレードの切れ目を入れるための穴ですね。これはこの部分なので開けてもいいですので、ここです。10ミリです。このように固定します。これが固定できる深さまでですね。この状態。これですね。取り付け用のネジの穴ですね。でこの切り込みをもう少し広げます。こうです。裏返しました。この切り込みを左右にほんの少しですね。ここでブレードを挟むわけではありませんので、ここは少しブレードが緩く出るようにしますので、少し切り込みを追加します。この切り込みは幅が2ミリほどあります。ブレードが当たらないようにしています。こうです。で先ほどの位置に合わせます。このように切り込みを書きます。ブレードの位置を確認するために仮に固定をします。こうですね。大きめのワッシャーですね。ブレードを刺します。一応ここは大事なところですね。ブレードが今ついています。ここにブレード押さえを作ります。でブレードの位置はこの辺りになります。はい、ここです。一番先はブレードにギリギリ当たるくらいですね。こことここに行きます。この位置です。で固定するネジはこの辺りではないと、こうですね。ここに来るようになります。この辺りですね。細かいですけど干渉しないようにこの位置になります。ブレードを押さえるパーツの穴を開けています。幅 15mm 深さ 5.1mm ぐらいですねの溝を加工します。加工しました。これがブレード押さえですね。ブレード押さえのこれマホガニーです。このように後から分割しますけど入ります。このようになります。で穴の位置を移しておきます。ここですね。で穴の位置を移しました。
穴を開けます。4ミリです。このようにしました。このネジが埋まるようにここに8ミリのビットで一段深くします。はい、では今パーツができました。これがブレード押さえです。このように入ります。これは稼働しますので刃の厚さに合わせて動かせます。でこうです。裏側です。本体を取り付けます。ではこのように取り付けました。でブレードを入れてみます。でここですね。ここブレードが少し出るくらいですね。このくらいでいいですので、これで位置合わせをしました。実寸で切ったものですね。これを合わせます。これで完成ですね。刃の厚さによってこの部分で調節ができるようになっています。これはボッシュの T234X です。こうですね。ではここですね。ここを緩めてつけるノコ刃によって移動させることができます。こうです。寄せることもできます。こうです。近づけます。ギリギリ近づける。この状態ですね。はい、刃が斜めにならないようにギリギリまで持っていきます。これで刃のブレを抑えることができます。今からテストカットをします。板は 19mm 厚です。ワンバイ材ですね。板の長さは53センチあります。はい、こうです。こうですね。こうなんですけども。引いてます。内側に線を引いてますけども、この通りですね。平行に切れていってます。こうです。
はい、まっすぐ切れてます。まっすぐ切れてますね。こう触覚になってますよね。はい、切れてます。では今切ったものがですね、これを切りました。こうです。で、今これ切った状態ですけども、まだ大丈夫ですよね。ここの隙間が空いてくるとうまく切れなくなりますので、緩めてこう詰める。ここの隙間を戻すとまたうまく切れるようになります。今の枚数ではこのくらいですね。これが今切ったものですね。こうです。はい、これが今切ったものです。これは 33mm 厚ですね。これ横切りしてみます。はい、切れてますし、こうですね。ブレードに密着させるのがいいようです。ブレードを曲げない程度に密着させるのがいい結果が出ますね。うまく切れます。いろいろとこう素材を交換して試しています。で、一番いいのがマホガニー、硬い木でした。硬い木が良かったです。で、マホガニーを今回使っています。で、アルミですね。アルミは溶けます。アルミはすぐこのように摩耗します。で、これはステンレスです。ステンレスもここですね、摩耗します。削れます。これが一番いいです。今ブレードを取ってみます。これ抜いてみます。このくらいですね。まだ大丈夫です。テストカットした状態でまだこれだけですので、まだまだ使えますので、ここですね。このようになる場合はうまく押さえができてない状態ですので、これはダメですね。こちらがいいです。うまくいくとこのようになります。低価格のジグソーで直線を切るためのベースの作り方を紹介しました。このブレード押さえは予備を作っておいて摩耗すれば取り替えればいいだけですので、格安のジグソーでも直線を切ることができます。ありがとうございました。